ちなみにロンドンのエスカレーターは日本に比べるとちょっと早いから、体持ってかれるから、トイレができる場所を見つけてん。ロンドンのそこら中にある、もうどこにでもある。おはようございます。今日はね、俺ロンドンに住み始めて6ヶ月ぐらいが経ってんやけど、その中で感じた、もうちょっと早めに言っといてくれよとか、なんかもっと早知ってたらよかったのになっていうような情報をちょっとみんなに教えていこうと思います。ぜひこの動画を見てロンドンに観光に来る人も、これから住もうと思ってる人も、ちょっとこの動画を見たらなんかちょっとは役に立つようなことが知識としてインプットされると思うんで、見ていてください。まずはじめに、今このトッテナムコートロードステーションっていう、地下鉄アンダーグラウンドに来たんやけど、このアンダーグラウンドの豆知識、ちょっと改札まで行ってみるか。ちなみにロンドンのエスカレーターは日本に比べるとちょっと早いから、乗るときは日本にいるときよりも前のめりで乗り始めた方がいい。日本の感覚と同じように乗ったら体持ってかれるから、それはまず注意ね。で、地下鉄やねんけど、ロンドンってこれ線やねんけど、路線やねんけど、セントラルラインとかノーザンラインとかエリザベスラインとかがある。もっといろいろあんねんけど、この中でアンダーグラウンドって呼ばれるものだったりとか、オーバーグラウンドって呼ばれるものがあるね。アンダーグラウンドって言ったら、地下鉄、日本でいう。で、オーバーグラウンドは別に地上を走る普通の電車みたいな感じやねんけど、特に注意してほしいのがアンダーグラウンド。アンダーグラウンド乗るときは携帯の電波が使えないから、特に旅行に来た人たちかな、行き先を完全にスクショしてか、完全に覚えて、どの駅で降りるかとかを覚えてから、アンダーグラウンドに乗らないと、乗った瞬間、もう電波が使えなくて、アンダーグラウンドのホームも電波が使われへんのよ。 Wi-Fi がないねん。だから携帯で Google マップとかで自分の目的地とかを再確認できないんよ。だからしっかり地上にいる時からもう全部スクショとかして、もう分からなくなったらそのスクショを見るみたいな。これはまずした方がいい。とにかく地下鉄では携帯は使われへん。あとは改札やねんけど、ロンドンってカードあるわ。カード見せるわ。このオイスターカードっていうのがあんねんけど、これは日本でいうピタパとかイコカとかそっち系、交通系 IC、これを使って俺は地下鉄とかバスとか乗ってるんやけど、別にない人は携帯の Apple Watch とか、Apple Wallet とかクレジットとかでも乗れる。見てもらったら分かんないけど、このタップってところにあそことかに携帯をピッてしたら、ゲートが開くみたいな。で、帰りも降りたところでピッてしたら開くから、特に旅行者に関してはクレジットカードを持ち歩くと、普通にスリとか、落としたりとかもあるかもしれへんから、
携帯に入れる Apple Wallet を使うのがいいかもな。それやったら別に移動にも携帯一つでできるし、何かとレストランとかどこ行っても大体クレジットカードやから、こっちは Apple Wallet にクレジットカードさえ入れとけば海外旅行は楽勝。てかそっちの方がいいと思う。荷物減るしって感じですね、地下鉄編は。次に2つ目、お得情報。海外ってさ、コンビニがないからさ、コンビニっていうのはあるんやけど、なんかお菓子とかだけ売られてるみたいな。24時間空いてるけどお菓子だけ売られてるみたいな。日本みたいなコンビニがないから、海外で、ロンドンでトイレするってなったら、めっちゃ迷うと思うね。どこにトイレあんのって。で、俺も当初来た時は、カナダでもある程度分かってたんやけど、やっぱりさ、トイレする場所がクソないんよ。なんか、でっかいモール行ったらあるけど、そのでっかいモールもないし、そんなに。なんやろな、ユニクロとか、なんかそういうなんか自分たちが思いつきそうなところ行ってもトイレがないみたいな。これ困ったなと思ってたんよ。で、その時に見つけたんが、チェーン店のカフェとかやってんけど、こっちって結構いろんなチェーン店のカフェがあってさ、そういうところにトイレがあるんよ、絶対。スタバとか、コスターとか、プレタマンジェとかっていう有名なチェーン店があるんやけど、そこって何か商品を買わないと、なんかトイレの暗証番号を開けられへんねん。何か商品を買ってトイレに行きたいって言ったら、その暗証番号を教えてもらえるみたいな。クソだるいやろ。し、トイレ行くために何かを買わんとあかんっていうのが意味わからんやん。そう、日本人からしたら。だから最低限トイレできるところあったけどみたいな感じだって、自分の中で。って時にな、ロンドンのそこら中にある、もうどこにでもあるし、なんかトイレができる場所を見つけてん。これは別にお金もかからへんっていうのがこのパブです。これパブやねんけど、パブって何ぞやっていうのを簡単に説明すると、日本の居酒屋みたいな感じやねんけど、真ん中にバーがあって、そこにみんなお酒を頼んで、そのバーから受け取って、おのおのテーブルに座ってお酒を飲んで楽しむみたいな場所やねん。で、今見たらわかんないんけど、これ外とかにもいっぱい人があって、これ、外の横の建物の人なんかなとか思うやん。違うねん。みんなパブでお酒を受け取って、外に持ち出して、そこで立ってお酒を飲みながら話してるんよ。みたいなことができます、パブでは。で、ここには、パブには絶対トイレがあるから、何かロンドンで旅行中とか、なんか街にいるときに急にトイレ行きたくなったとかなったら、このパブに行ってトイレを借りて出るだけで大丈夫です。別にここではお酒を買わんでも、もちろん買った方がいいとは思うけど、緊急の時は別にここでトイレを借りて、別に一言も声かけいらん。トイレを貸していただいて帰るみたいな。で、パブってパブって書かれてるやつとかもあんねんけど、店のあれに。こことかっていうと、パブって書いてないよ。けど、大体こんな感じで雰囲気。店の外観とか。大体ロンドンでこういう店をよく見かけると思うから、この店を見かけたらパブやと思って。で、パブはもちろんトイレをするための場所じゃないから、別にお酒もいっぱいあって、ワイワイしてるし、現地の人もいっぱいおるから、すごい、イギリスの雰囲気を楽しめると思うから、旅行来た人にもおすすめかな、パブを行くのは。っていう感じです。
3つ目ね。3つ目はロンドンの信号事情やねんけど、ちょっと見てもらったらわかんねんけど、ロンドンってまずはじめにほぼ絶対スイッチがあるんや。押す、これ押したら青信号に変わるみたいなスイッチがあんねんけど、ちょっと見てほしいんが、これな、一つの道路にな、なんか中央分離帯にもう一個島があって渡りきるっていう感じやねんけど、なんかな、手前にさ信号あるやん。ってことはなんか2つの信号を渡りきらないと向こうに渡りきられへんのよ。1つの信号だけで向こうに渡りきることはできないっていう風に信号が置かれてるんよ、ロンドンは。さあ、これ最初見た時さ、これ意味わからんやんと思って。だってな、まあほんまに当たり前やねんけど、今さっきさみんな通ったやん、青信号で。こっちの手前の信号が青になったから。けどな、向こうの信号が赤信号なんや。だからみんな真ん中で待ってんねん。で、クソめんどくさいやんと思って最初。なんやこれって。で、あまりにも気になったから俺ちょっと調べてみてん。じゃあなんとな、これは事故と交通の渋滞とかを減らすためにこういう風に設計されたんやって。なんか信号を2つ置いて片道分けるみたいな。で、それともう一つロンドンで衝撃的なのが、今こうやって見てもらったら分かんないけど、赤信号やん今。けどな、渡ってる人おるやろ。これ別にみんな信号無視してるわけじゃないねん。まあ、信号無視してんねんけど、これ別にロンドンでは許されてるんよ。別に赤信号でも渡ったらええねん。じゃあ信号ってなんやねんってなんねんけど、まあこれにはちゃんと理由があって、なんか法律でな、禁止されてないねん。信号無視したらダメですよっていう法律がないねん。だからみんな信号無視してる。で、ここでその2つに分けられてる意味が初めて発揮されんねんけど、1つの道路を2つの信号に分けることによって信号無視してもいいからさ、まあ、歩行者は結構隙を見て渡れるわけやん。でもこれが1つの信号で区切ってしまうと両方からの注意が必要。まあ日本でいう左右右左右左右右左右左右左右かな、左右確認してから渡らんとあかんみたいな。まあ、ただ一つの道路を二つの信号に分けることによって一つの方向からしか注意せんでいいっていうってなるとさ、だいぶ安全になるやん、渡るのが。やし、最初に言った基本的にロンドンの信号ってスイッチがあんねんけど、あのスイッチを押さん限り信号って変わらへんねん。歩行者信号が青になることはないんよ。だからまあ信号無視してもいいよっていうことにしといて、あのボタンを押させないっていう。あのボタンを押させないことによって車が止まることがなくなるから、まあ事故も少なくなるし渋滞が減るんじゃないかっていうので、実際に成果が出てるらしいね。それを取り入れてから。おもろいよな。逆に信号無視させるっていう感じだから、ロンドンにまあ旅行住んでる人やったらもう知ってると思うけど、旅行に来た人は律儀にまたんでも別に全然信号無視しても大丈夫やから。ただ車はマジで容赦ないから、こっちの車はバカスピード速いし、ほんまに引かれるんじゃないかってぐらいスレスレを攻めてくるから、ちゃんと車には注意して、そこはせっかく旅行来たのに引かれたとかなったらマジで笑い話にならへんから、まあ、そこはしっかり注意してください。まあ最後に、これは別にお得情報とかではないんやけど、
まあ、ロンドンに来る観光客に向けて、まあ、ロンドンってやることもいっぱいあるし行くところもいっぱいあるけど、なんか旅行やからいろんなところ行ってみたいし、まあもう一緒に何回来れんねんっていう話やから、全部有名なところ行こうとかっていう気持ちは分かんねんけど、まあこういう晴れの日とか、まあこういう晴れの日とかは外に座って、まあ公園とか、あとはまあなんか結構休憩できるスペースとかあるからさ、外に、まあそこに座って友達とゆっくりするとかも、まあすごくいい過ごし方やと思う。ロンドンに来て、まあすごい贅沢な過ごし方やと思うけど、まあこういうのもありかなって俺は思うな。まあ以上、ロンドンで知っておいて損しない情報でした。まあ全然多分まだまだあるし、パート2出すと思うんで、まあ、このパート1が好評やったらパート2出すかな。まあ以上、あざした。